皆さんこんにちは。Porting Picoro-B to Another Microcontroller ESP32 というテーマでお話をします。よろしくお願いします。まず最初に自己紹介です。私は岡崎と申します。株式会社フュージックという会社で IoT クラウドエンジニアをしています。また、フィヨルドブートキャンプというオンラインプログラミングスクールのメンターをしています。さて、今回はピコルビーについてお話をしようと思います。ピコルビーはマイコンで動作するように設計された、非常に小さな Ruby の実装となっています。ラズベリーパイピコ等のマイコンボードで Ruby を動かすことができます。ラズベリーパイピコは、ラズベリーパイ財団が開発したマイコンボードです。こちらの写真のように非常に小さなマイコンボードとなっています。公式には Python、これは厳密に言うとマイクロ Python になるんですけども、それや C 言語を使ってプログラムができるとされています。実際にピコルビーを試そうとしたときに、多くの方が最初に使うのが R2P2 です。R2P2 は、ピコルビーが組み込まれたシェルシステムとなっています。ラズベリーパイピコ上で動作して、マイコン上で、この右側の写真のように、PWD とか LS みたいなコマンドも使えますし、IRB も起動することができます。では、ここで質問です。ピコルビーを試そうとしたときに、私たちはラズベリーパイピコが必要なのでしょうか？私は必ずしもそうではないと考えています。なぜなら、ピコルビーはポータブル、つまり、移植がしやすいからです。具体的には、マイコンの違いに対応できるように、ファイルだったり、ディレクトリだったりが、明示的に分離されています。このように移植しやすい作りになっていることで、Ruby で書かれたエコシステムを別のマイコンに持っていって動かすっていうことが簡単にできるようになっています。一方で、ピコルビーのポーティングはまだまだ道半ばという状況です。ピコルビーを簡単に動かせるマイコンはまだまだ限られています。で、実際作者もより多くのポーティングを望んでおりまして、公式サイトを見てみると、こちらの方にポーティングという記載もありまして、ポーティングに興味がある方は、リポジトリを見に来てくださいねといったような記載があります。では、本日のもう一つのテーマであります ESP32 というマイコンについてご説明をしていきます。ESP32 はエスプレッシフシステムズ社が開発した低価格、低消費電力のマイコンモジュールとなっています。で、電子工作等で人気の、M5 スタックっていうデバイスがあるんですけども、そういったデバイスでも ESP32 が載ってたりします。この ESP32 というマイコンは、Wi-Fi だったり、Bluetooth だったりといった、無線通信を、搭載してますので、IoT とも親和性が高いものとなっています。今回私は移植作業をするにあたって、2つのデバイスを用意しました。1つ目が M5 スタンプ C3 メイトというデバイスになっています。このデバイスはマイコンモジュールとして ESP32C3 といった、マイコンを搭載しています。で、このマイコンは、RISC-V アーキテクチャと呼ばれるアーキテクチャを採用しています。写真を見てもわかる通り、非常に小型で手頃な価格となっています。もう一つ用意したデバイスがあります。それが、ESP32 DevKit-C というデバイスです。こちらはエスプレッシフシステムズ社が販売している、開発ボードとなっています。で、先ほどのデバイスと違う点として、こちらの CPU はエクステンサーアーキテクチャというものが採用されています。つまり、今回のポーティングでは、2つのアーキテクチャに対応する必要があったというところもポイントとなっています。というわけで、皆さん一緒にポーティング作業を始めていきましょう。ポーティングの手順は、こちらに記載されたような4つの手順から成り立っています。まず1つ目の手順として、ピコルビーのソースコード一式をビルドして、libmruby.a というファイルを作ります。で、2つ目の手順として、libmruby.a をリンクして全体のビルドを通していきます。で、3つ目の手順として、標準入出力に対応するようにソースコードを改造していきます。で、最後の手順として、他の MRBGEMS をポーティングしていきます。では、最初の手順にあります、ピコルビーのソース一式をビルドして、libmruby.a を作るというところからお話ししていきます。ポーティングを始めるにあたり、前提知識として C 言語のコンパイル、リンク、アーカイブについて軽く説明をしておきます。まず C 言語で、我々は .c ファイルと呼ばれるファイルを書きます。一番左側にあるファイルですね。
で、このファイルをコンパイラに入力すると、オブジェクトファイルが出力されます。それが真ん中の方にある .o という拡張子のファイルとなっています。オブジェクトファイルには機械語による命令とデータが記載されています。で、これらをリンカーに入力して、リンクと呼ばれる作業をします。で、リンクすると一つのイメージファイルができます。これを実機等に書き込むと、プログラムが動作するというふうになっています。オブジェクトファイルは直接リンカーに食わせるだけではなくて、アーカイバと呼ばれるツールに食わせて一つのファイルにまとめることもできます。これがスタティックライブラリと呼ばれる、この図の中でいうとこの .a ファイルになります。.o ファイルを一つにまとめて、ライブラリとして使いやすくするというふうなことです。アーカイブファイルもリンカーに渡すことでリンクをすることができます。ここまでがコンパイル、リンク、アーカイブのお話でした。で、続きまして、クロスコンパイルについても軽くご説明をします。我々は C 言語のコードを書いて、一般的な PC 上で動かす場合は、例えば X8664 向けの CPU が載っている PC であれば、X8664 向けのコンパイラー、リンカー、アーカイバーを使います。ですが、今回は ESP32 というマイコン上でプログラムを動かしたいので、使うコンパイラーも ESP32 向けのエクステンサー、もしくはリスク5向けのクロスコンパイラーを使う必要があるというところを頭に入れておく必要があります。続きまして、R2P2 と Picoruby のファイルやディレクトリの構成について説明をしていきます。R2P2 も Picoruby もそれぞれ C 言語のソースコードを持ってますので、それらをすべてコンパイラに食わせてコンパイルをしていきます。で、このうち R2P2 の中にあるソースコードについては、コンパイラを通して .o ファイルを生成します。Picoruby のリポジトリの中には、まずソースディレクトリがありまして、この中にも C コードがあるので、これもコンパイルします。で、その下にあるMRBGems というディレクトリがあるんですけども、Picoruby でいうとこの Gem に相当するライブラリがありまして、で、それぞれのディレクトリの中にも C 言語のソースコードが格納されています。ですので、これらも一緒にコンパイルをしていきます。Picoruby のディレクトリの中にあるソースコードは、アーカイバに渡すことによって、一つの libmlb.a というファイルにまとめられます。で、最終的にこれらのソースコード、それらの.o ファイルと .a ファイルをリンクすることで、イメージを作るというふうになっています。説明が長くなりましたが、というわけで最初に作るべきはこの libmlb.a ですねということを説明したかったということです。今回開発には ESP-IDF と呼ばれる開発環境を使いました。こちらは ESP32 向けの公式の統合開発環境となっています。ドキュメントに沿ってセットアップをすると、RISC-V とエクステンサ向けのコンパイラーやリンカー、アーカイバーが使えるようになります。環境が構築できましたら、ビルドコンフィグと呼ばれるファイルを記述していきます。Picoruby のリポジトリを実際に見てみると、ビルドコンフィグと呼ばれるディレクトリがあることがわかります。で、このディレクトリには様々なマイコン、環境向けにビルドをするためのファイルが格納されています。で、このビルドコンフィグファイルも Ruby で記述をするというふうになっています。実際の記載例を見ていきましょう。こちらはエクステンサーの CPU に向けたビルドコンフィグとなっています。真ん中のあたりを見ていただくとわかるんですが、コンパイラだったり、リンカーだったり、アーカイバーだったりのコマンドを指定しておりまして、そこに渡している文字列が実際に使えるコマンドの名前となっています。実際にはこのファイルに定数だったり、コンパイル時に渡すオプションだったりっていうところも記載ができるんですけど、まずはビルドを通すという意味ではこれだけの記載でも十分です。一応 RISC-V 向けのビルドコンフィグもこちらに記載しております。真ん中のあたりに書いてあるコンパイラー、リンカー、アーカイバーのコマンドがRISC-V 向けのものになっていることがわかるかと思います。ビルドコンフィグの準備ができましたら、レイクコマンドを使ってビルドをしていきます。この時にポイントとなるのが、この mruby-config という環境変数です。この環境変数に先ほど作ったビルドコンフィグのファイル名を渡すことによって、どのコンフィグを使ってビルドするかっていうところを指定できるようになっています。で、レイクコマンドを実行すると、このように libmruby.a が出力されてきますので、これでビルドができたんだなっていうことが確認できました。ここまでが一つ目の手順のPicorubyのソース一式をビルドして libmruby.a を作るというお話でした。では続きまして libmruby.a をリンクしてビルドを通すというお話をしていきたいと思います。
先ほどの手順で我々はこの図でいうところの libmruby.a を作ることに成功しました。ステップ2の手順では ESP32 向けの R2P2 のプロジェクトを作成して、最終的にこの右下にありますバイナリファイルを出力するというところまでをやっていきます。まず最初に ESP-IDF を使ってプロジェクトと呼ばれるものを作ります。プロジェクトの作成自体は ESP-IDF の通常のやり方を踏襲しております。具体的にはサンプルのディレクトリがありまして、その中にあるプロジェクトディレクトリをコピーしてプロジェクトと呼ばれるものを作るという手順になります。私は今回作ったプロジェクトに R2P2ESP32 という名前を付けました。プロジェクトができましたら、プログラムの出発点となります main.c を記載していきます。ESP-IDF で開発をする場合、こちらにあります AppMain 関数と呼ばれる関数がプログラムのエントリーポイントとなります。で、その関数の中にいくつか記載をしていきます。最初の行では、PicoRuby を初期化するという処理を行っています。で、2つ目の行で、タスクと呼ばれるコンテキストを作成しています。で、3つ目の手順で、タスクに名前を付けるということを行っています。で、最後に、MRBC-Run という関数を呼んでるんですけど、これを呼ぶことで PicoRuby の VM を実行するということをやっています。で、ひょっとすると、C 言語に詳しい方は、なんで C ファイルをインクルードしてるんだろうとか、このメインタスクっていう変数はどこから来たんだろうとかっていうところについて疑問に思ったかもしれないので、こちらについて説明をします。これは PicoRuby VM が解釈できる中間言語が記載されたファイルとなっています。Ruby のプログラムを PicoRuby コンパイラー、これは具体的に言うと PicoRBC コマンドっていうコマンドがあるんですけど、それに入力することで PicoRuby VM が解釈できる中間言語を出力できるようになっています。で、この時にオプションを追加することで C 言語のファイルとして中間言語のファイルを出力することができます。で、先ほどのメイン関数のファイルでは、この C ファイルをインクルードすることで、このメインタスクっていう変数ごと取り込むことができるようになって、それを PicoRuby の VM に渡すことで Ruby のプログラムを動かすということを実現しています。メイン関数の準備ができましたら、続いて cmakelist.txt というファイルを書いていきます。ESP-IDF では cmake と呼ばれるビルドツールを使っておりまして、この cmakelist.txt というファイルがその cmake の設定ファイルに相当します。記載がいろいろ複雑なんですが、先ほど作った libmruby.a というファイルのパスを指定して、それをリンクしてくださいねっていう設定を書いているところになります。準備ができましたら ESP-IDF が提供する CLI である idf.py っていうコマンドを使ってビルドをしていきます。するとこのようにビルドが完了しましたというメッセージが出て、実際に R2P2ESP32.bin というファイルが出来上がっていることが確認できます。ここまでが2つ目の libmruby.a をリンクしてビルドを通すというお話でした。では次に標準入出力に対応していくというお話をしていきます。今回標準入出力に対応するにあたって Ruby で使える Puts メソッドっていうメソッド皆さんご存知だと思うんですけど、その Puts メソッドを呼んだときに PicoRuby のソースコードがどのように呼ばれていっているのかっていうところを追っていきました。で、最終的に一番右に書いてます PicoRuby マシンというジェムの中にある machine.c というファイルの中にある hal_write という関数が呼ばれていることが分かりました。使われているジェムが分かったので、ビルドコンフィグにそのジェムの名前を追記していきます。皆さん普段 CRuby を使っているときは、ジェムファイルに使いたいジェムの名前を記載していってると思うんですけども、PicoRuby の場合ではビルドコンフィグを通して MRB ジェムズを追加していきます。で、先ほど見つけた PicoRuby マシンという MRB ジェムをビルドコンフィグに追加します。PicoRuby マシンについて先ほどの構成図に当てはめるとこのような構成となっています。PicoRuby のディレクトリの中に MRBGems というディレクトリがありまして、その中に PicoRuby マシンというディレクトリがあります。ポイントはその中にあります Post というディレクトリです。これが MyCon ごとの差分のソースコードを格納するディレクトリとなっています。RP2040 というディレクトリが Post の下にあるんですけども、このディレクトリには Raspberry Pi Pico 向けのソースコードが格納されています。でこのファイルはコンパイラーを通って .o ファイルになりまして、libmruby.a には含まれずにそのままリンクされるというふうな設計になっています。
つまり、この .o ファイルを別のソースコードにスイッチすると、挙動をラズベリーパイピコン向けのものから ESP32 向けのものに変更できるという設計思想になっています。というわけで、今回はポーツディレクトリの下に ESP32 というディレクトリを作成して、そこに ESP32 向けのソースコードを格納しました。そしてコンパイル対象をこのファイルに切り替えることによって、ESP32 上でピコロ B マシンが動くような状況に持っていきます。ファイルの構成が決まりましたので、実際に関数に手を入れていきたいと思います。HALRWRITE という関数は引数に出力先のファイルディスクリプタと出力データと出力したいバイト数という3つの情報が与えられています。また、戻り値には出力したバイト数を返すというふうな挙動になっています。ここで一つ制約がありまして、今回元々あったマシン .c から ESP32 用のマシン .c にファイルを差し替えたわけですけど、従来と同じようにリンクをするためには関数宣言を変えてはいけないという縛りがあります。なので、引数だったり、戻り値だったりっていうと、その型を変えることができないという縛りがあるんですけど、どう実装するでしょうか。もう少しだけラズベリーパイピコ向けのソースコードの中身を見ていきましょう。元々のソースコードだと TUDCDCWrite という関数を呼んで、ここでどうやら標準出力をしているだろうということが分かりました。この関数は TinyUSB というライブラリが提供する関数となっています。一方で、今回我々が使っている ESPIDF という開発環境には TinyUSB というライブラリは同梱されていません。一方で、実は ESPIDF では、普通の C 言語のプログラムで皆さん Hello World するときに最初にインクルードするであろうstdio.h というファイルが使えまして、普通にプリント F するとそれがシリアルに出てくるというふうな仕様になっています。はい。で、最終的にソースコードを私はこのように実装しました。HALRWRITE関数が呼ばれたら、4分で N バイト数ぐるぐる回して、putchar を呼んで、1文字ずつ出力をしていきます。で、最後に F フラッシュを呼んで、そのバッファの内容をすべてシリアルに吐き出してしまいます。答えを見てしまうと、シンプルなコードだなっていう話になるかなとは思うんですけど、実際にこのコードにたどり着くまでにいろいろ紆余曲折がありました。それについては後ほど解説をしたいと思います。で、ここまでできましたら他の関数も同じような手順でポーティングをしていきます。もう基本的にはピコルビーのポーティングと呼ばれる作業は全てほぼこの作業になっておりまして、関数の中身をそのマイコンに合った形で置き換えていくという作業になります。マシン .c が完成すると、この右側の図のような、シンプルな標準入出力を使うようなプログラムが実機の上で動くようになります。ここまでが3つ目の標準入出力に対応するというお話でした。では最後の手順として他の MRBGEMS をポーティングしていくというお話をしていきます。ただですね、MRBGEMS 非常にたくさんあります。ピコルビーのディレクトリの中にたくさんあるので、今回はまずゴールを設定して、そのゴールに必要なジェムだけを移植するようにしました。で、私が設定したゴールは実機上で、このようにシェルを起動しまして、エコーコマンドを実行すると、その文字がターミナルの上で、シェルの上で出てくるというところをゴールに設定しました。まずシェルを起動したいので、シェルを起動するための Ruby ファイルを作成しました。こちらは本家の R2P2 のプログラムの中から、必要な部分だけを抜粋して作ったプログラムとなっています。で、必要なジェムの洗い出しを行いました。ルートがそのピコルビーシェルというジェムが必要というのは分かっているので、そのジェムが依存しているジェムをどんどん辿っていくと、最終的にこの10個のジェムが必要ということが分かりました。で、このうち、シェルとエディターと VFS、この3つのジェムに関しては Ruby のファイルしか含まれてないということが分かりました。ですので、おそらくポーティングしなくてもそのまま動くだろうという見立てが立ちました。で、続いてサンドボックス、メタプログ、タイムクラスというジェムがあるんですけども、これらは C 言語のソースは含まれているんですけども、ポーツディレクトリが存在しないということが分かりました。つまり、作者の思惑としては、おそらくこれらのジェムはポーティングをしなくてもそのまま動かすことができるよっていう意図なのかなというふうに私は受け取りました。で、先ほどピコルビーマシンですね。こちらのジェムはポーティングがすでに終わっています。したがって今回私が新たにポーティングする必要があるジェムは、このオレンジの枠で囲まれた3つのジェムであるということが分かりました。
ピコル BM とピコル BIO コンソールからまず着手したんですけども、この2つのジェムに関しては、ラズベリーパイピコのソースコードがそのまま動くことが分かりましたので、今回はソースコードを流用しています。また、ピコル B ファイルシステム FAT ですけども、これはFAT ファイルシステムを構築するっていう比較的ごつめなジェムとなっています。なので、本来はしっかりポーティングしていく必要があるんですけども、エコーコマンドを実行するだけであれば、ファイルシステムなくてもいいよねというところなので、最初はポーティングをしませんでした。ちなみに現在ではもうポーティング終わってますので、ファイルシステムも扱えるようになっています。で、なのでこのジェムのポーティングをしないっていう選択肢もあったんですけど、関数が存在しないとリンクエラーが起こってしまうという問題があって、さらに問題がややこしくなってしまいます。このため他のコードから参照されている関数に限って、空関数でもいいので何か関数を定義してリンクを通すということをやっています。というわけで、すべてのジェムのポーティングが完了しました。ポーティングのステップとしてもすべて手順が終わったことになりますので、これでポーティング完了となります。皆さんここまでの話を聞いて、自分でもポーティングできそうだなっていうイメージが湧いてきたでしょうか。はい、実際のところですね、正しい手順が分かっていれば、おそらく皆さんでも簡単に取り組めることかなと思っています。ただ一方で、それは何もトラブルが起こらなければという前提付きではあります。というわけで、私が直面したトラブルとその対策について説明をしていきます。まず最初にウォッチドックタイムエラーという問題が起こりました。これはデバイスに書き込むともういきなり出るエラーとなっています。で、これはプログラムが暴走フリーズしてないかを確認するためのタイマーです。ESP32 上で動いてますフリー RTOS と呼ばれるリアルタイム OS が出しているエラーです。フリー RTOS 上ではこちらの図のようにですね、複数のタスクがCPU の処理を切り替えながら動作しているんですけども、特定のタスクが一定時間以上処理を持ちっぱなしになると、このウォッチドックタイムエラーというエラーが起こります。で、なぜウォッチドックタイムエラーがトリガーされたのかというと、ピコルビーは VM 上で独自でタスクを切り替えるような仕組みを持っています。これ TCB と呼ばれる仕組みになっています。これによってマイコン上で動作する OS の種類だったり、そもそも OS がないような環境でもコンテキストスイッチが行えるようになっています。しかし、それは裏を返すと OS からすると、ずっと同じタスクが起き続けているよねという判定になりまして、このようにウォッチドックタイムエラーが起こりました。メカニズムが分かってしまうと対策はシンプルで、今回はもうウォッチドックタイムエラーをいきなりディセーブルにするという対策をしています。なので、コンテキストスイッチはもうピコルビーの VM に委ねるという判断をしたということです。ちなみに本家の R2P2 も同様に対応されているところがヒントになっています。2つ目のトラブルシューティングとしてリクワイアが動かないという問題が起こりました。こちらの問題は、ピコルビーシェルとピコルビーリクワイアですね、が、ビルドをするときに動的に C 言語のソースコードを吐き出しているというところに起因しています。本来であれば作られたソースコードをメイン関数から呼び出してあげる必要があるのですが、私はこの挙動に気づいてなくて、その関数を呼べてませんでした。ですので、これも対策としてはシンプルで、メイン関数からその作られた関数を呼んであげるということをすることで、リクワイアが動くようになりました。3つ目のトラブルです。スタックオーバーフローが起こりました。どういう状況かというと、実機上で IRB を立ち上げて、最初に軽くこういう変数の宣言をします。これは問題なく動きます。で、次の行でちょっと複雑な、ブロックを渡すようなプログラムを実行すると、スタックオーバーフローというエラーが起こります。ここでいうスタックとは何かについて軽く説明をします。フリー RTOS は、アップメインタスクを起動するときに、スタックと呼ばれるメモリ領域を割り当てています。で、アップメインタスクのスタック領域には、デフォルトで3584バイトのメモリが割り当てられています。で、C 言語の関数をどんどん呼び出していって、その関数の中で変数を定義したりとか、その後関数の呼び出しのネストが深くなっていくと、このスタックというのはどんどん使われていきます。で、そのサイズが3584バイトを超えると、スタックオーバーフローというエラーが発生するということです。ESP-IDF ではコンフィグでこのスタックサイズを変更できるようになっています。今回で言うと SDK-config default というファイルにこのような記載を追加してあげると 8KB までスタックを増やすことができまして、これで問題が解決することを確認しています。では最後のトラブルシューティングです。CSI コマンドが動かないという問題が起こりました。R2P2 は起動時にターミナルエミュレーターの状態確認を行っています。それは具体的に言うと CSI-DSR と呼ばれるコマンドを用いて行っています。CSI-DSR というのは、このような制御文字ですね、を標準出力します。
制御文字については初日のキーノートでも今泉さんから説明があったと思います。制御文字を出力した後に標準入出力を読み込みます。もしターミナルエミュレーターが正しく起動していて準備ができていれば、標準入力でこのような/e 0n みたいな文字が読み取れます。しかし私が作った R2P2 では最初この読み取りができてませんでした。で、これができてないと具体的にどんな問題が起こるかというと、ピコルビーを起動した時に出るこのロゴですね。これが出ないという問題が起こります。なぜなら、文字の色とか変えたりっていうのができなくなるからですね。で、このロゴが出ないっていうのは、ピコルビーやったよって言えなくなってしまうので、私たちは非常に有識時代だったので、かなり真剣に調査をしました。で、原因は最初にポーティングしたピコルビーマシンというジェムにありました。当初私は貼るライト関数をこのように実装していました。もう非常にシンプルでプリント F するだけという実装ですね。皆さんこれ具体的に何が問題かって見てわかるでしょうか？修正前のコードには2つの問題点があります。まず1つ目は N バイトを無視しているという点です。でもうシンプルにプリント F 読んでるだけなので、バッファの中の集単文字を見つけるまで全部出力してしまうという動きになってしまっています。で、2つ目の問題は明確に F フラッシュを読んでないので、CSI コマンドがバッファリングされているだけで最後シリアル通信まで出ていってないという動きになる可能性があります。というわけで、先ほど私が示したようなfor文でぐるぐる回して最後に F フラッシュするという実装に修正したことで CSI コマンドも動作するようになりました。というわけで、最新の R2P2 ESP32 を用いたデモをお見せしたいと思います。今回は動画を用意していますので再生します。はい、実機と PC がつながってまして、PC 上でターミナルが出てきました。で、エコーコマンドはこのように動いています。で、IRB が立ち上がりまして、配列を宣言するということを行っています。で、その配列の中に文字列を突っ込んでいきます。はい。で、ピコルビーの場合もですね、アレイの、ジョインメソッドというのは使えますので、このようにジョインメソッドを呼ぶと文字列がつながって出てきます。IRB 一旦今やめました。ファイルシステムがすでに載っているので、PWD とか LS といったコマンドも動くようになっています。で、MRB のファイルが見つかったので、それを実行してみましょう。すると実機上で何かこのように LED がチカチカしてるんですけど、皆さん分かりますかね、これ。ブロック崩しができるようになってます。はい、ありがとうございます。ちょっと私のブロック崩しのスキルが低くてですね、若干クリアするまでに時間かかるんですけど、はい、こういうふうにクリアするとちょっと音も鳴るというふうなことを実現することができました。はい、デモの内容についても解説をします。画像のような ESP32 DevKit-C を装着した自作基板を使用しています。で、自作基板の上にはマトリックス LED が載っておりまして、組み込みでよく使われる SPI という通信規格があるんですけど、それで通信をすることでどんな情報を出力するかっていうのをマイコン側から渡すようになっています。で、ここはピコルビー SPI というジェムがもともとあって、これを ESP30 に向けにポーティングすることで実現しました。で、2つ目、この手前のジョイスティックですね。これを使って手前のバーを動かしてたんですけども、ここは組み込みでよく使われる AD 変換という処理がありまして、傾き度合いをデジタル値として出力することで処理を行っています。で、ここはピコルビー ADC と呼ばれるジェムがもともと存在していて、これも同様に ESP32 の方にポーティングすることで実現をしています。で、最後に音ですね。圧電素子が裏側にくっついてまして、昨日も一昨日も音に関してはいろいろデモがあったと思うんですけども、やはりこれも波形を出力することで音を出しています。ピコルビー PWM というパルスワイズモジュールを扱うジェムがありまして、それを ESP30 に向けにポーティングすることでこれも実現しました。というわけでまとめです。本セッションではピコルビーを ESP32 へポーティングする方法を解説しました。この方法は ESP32 にも限らず、他のマイコンにも応用できるかなというふうに考えています。現時点でも STM32 だったり、NRF52 といったデバイスへのポーティングが想定されています。コントリビュートチャンスですね。もちろん ESP32 についてもまだまだコントリビュートチャンスは残っています。興味がある人はぜひこの後私とお話をしましょ
私もですね、実はお渡しできるデバイスをいくつか持ってきてますので、本当にやってみたいという人にはそれを渡したいなと思います。はい、実装の詳細は GitHub にありますので、ぜひリポジトリの方も見に来てください。というわけで私の発表は以上となります。ご清聴ありがとうございました。